埼玉人すんげえ東京ドリフトですよね。よかったら私でも運転できますけど。構いませんよ。懐かしいこの音、それニノちゃん、今このどの埼玉だよね。これ埼玉ですね。知ってる？俺は昔初めて日本に来た時埼玉に住んでたよ。ああ、知ってますよ。そう、ここは越谷だよね。そうですね。自分は熊谷よりちょっと先、群馬寄りにいたんですよ。はいはいはい。ちょっと懐かしいな。越谷は綺麗なところすごい。だいぶ変わりましたよ。やっぱり埼玉でもいいんですよね。悪くはないんだよね、言われるほどはね。住めば都です。スティーブはそうだよ。俺埼玉人だよね。あれ？何あれ？すんげえ！越谷にこういう車あるの？おー、すごい。すごいよ。ワイルドスピードじゃないですか。ワイルドスピード出たと同じ仕様ですよ。ベルサイドの FD ですよ。セブンですよ。映画に出てたやつじゃないの？これは同じですよね。同じ仕様ですよ。すげえ。オーナーさんなのかな？ちょっといつもので聞いてみます。声かけてみようか。気になりますよね。こういう感じで。大丈夫ですかね。すみません。はい。すみません。お忙しいところ申し訳ない。アメリカから来たものなんですけど、もしかしてこの車はのオーナーさんですか？オーナーです。すごい。はじめまして。スティーブと言いますが。よろしくお願いします。すんごい車なんでちょっと覗いていいですか？大丈夫です。ありがとうございます。いいっすね。ちょっといろいろ見せてもらいましょう。ちょっと見せてもらいましょう。素晴らしい車ですね。どうぞ。いや、見て今興奮しちゃいましたよ。この車だけはやっぱり見てすぐ分かりますよね。やっぱり東京ドリフトですよね。外国人でもこれ見るとすごい興奮する人が多いと思うんですが、私みたいにね興奮してます。ちょっと YouTuber なんですよ、私は。YouTube でスティーブ的視点というチャンネルを、車関連のチャンネルやって見たことありますか？あります。ありますか？RX7 の FD に乗ってたことご存知ですかね？知ってます。ネオンつけて。そうですよ。結構派手にしてましたよね。ちょっと手放してしまったのはもう2、3年前になるんですが、でもね、今後悔してますね。自分はやっぱり楽しい車だったな。またいつか乗ってみたいな。またいつかね、所有してみたいな。とにかくその懐かしい運転しているそのロータリーのあれを思い出すとさらに興奮しちゃうんですけど、初めてってもう会った方には聞くのがあれなんですけど、一緒にこれでドライブになんか一周だけでもこの辺で一緒全然いいですよ。ドライブ。本当ですか？でも国際免許を持ってきたんですけど、よかったら私でも運転できますけど。構いませんよ。ありがとうございます。よろしくお願いします。ドライブ楽しみましょう。楽しくねドライブしましょう。よろしくお願いします。懐かしいですね。懐かしいですか？懐かしいですよ。だって左ハンドルだったんですけど、自分のは。そうですね。でもね、アメリカですからね。でもすごいなんかメーターもハンドルもシートのもしかしてそのロータリーの匂いもそうですね。同じなんですかね。感じてください。ちょっとかけさせていただきます。いい音ですね。よかったです。懐かしい。そのロータリーの音はすごい懐かしい音ですね。ちょっといいですか？ちょっと気持ちだけ。いいですよ。それすごい懐かしいですね。本当にもう楽しみにしてます。楽しいですか？じゃあ行きましょう。やっぱりワイルドスピードとあれもう大好きなんですか？そうですね。もうこの車が出てた3がちょうど中学生ぐらいだったんで、
もうそこから憧れてて、はい。それでもう大人になったらもう買おうと思って。絶対買おうと。そうですね。なるほど。これはもしかしたら初の車ですか？これ4代目ですね。4代目の車ですか？はい。この前は何？この前も RX7。この前も RX7 だったんですが、そうですね。懐かしいこの音、それ、ああ、大好き、本当にもうまた欲しくなるんだよね、マジでこれ聞くたんびにこう、ピシッ、そのブローオフっていうんですか、はい。いい、最高。いやーもういいですね。おー、いいよ、最高。まさかここまでベールサイドなんかは相当高いでしょ、聞いてて。そうですね、高いですね。やっぱりやりたい人がいっぱいいると思うんですよ、アメリカの中でも。はいはい。でもやりたいんだけど、やっぱりこれが届かない。ちなみに私も STI 持ってますよね。赤いのはうちの息子が乗ってるんですけど、はい。いや、いろんな車好きなんですね。本当もう今まで自分は持ったことないような車をいじったりとかってするのはすごい楽しいこと。楽しいですね。で RX7 はその中の本当の一つ。またいつか RX7 でもね、あんまりもう台数がそんなにないと思うし、そうですね。はい、そんなに探しやすいものでもないと思うし、だからこそちょっと一台を綺麗なやつを買っておいて、はいはい、やっぱりね、もう買っておけばいいかなと思いますよね。もうぜひね、また RX7 乗ってください。ありがとうございます。みんなに言われますよ、スティーブさんなんでそれ売ったのでも本当にこの車は特別。ロータリーの音、匂い、そのなんて特にその昔の3ローターとかたまにみんなやってるやつ、そのギャン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 、そのなんかその独特な音がすごくいいですよね。ちなみにこのベールサイドにしたきっかけは何ですか？やっぱりワイルドスピード好きで。やっぱワイルドスピードですね。ワイルドスピードがもう一番もう自分の中で影響されてたんで。この車買った時からラジオはいらないって私は決めたんですよ。はい、あの音がラジオですよ、この音。ああ、そうです。ラジオはいらない。これは一日中聞けるっていう感じですよね。でもロータリーの匂いもいいですよね。匂いも最高。最高ですよね。最高ですよ。ロータリーの匂い。これはロータリーの匂いだよね。独特。音と匂いもいいよ。もうこれシャワー浴びたいぐらいのなんかいい匂いですね。スティーブさんよろしくないですよ。よろしくないですよ。ね、分かってる。でもこの匂い好き。大好きですね。車のエンジンのね、気づいたことあります？カズさん、車によってそのメーカーによってあとその生産国によって匂いが違うっていうのは気づいたことありますか？あんまり気づいたことありません？気づかないです。これはスティーブ的な発想かもしれないんだけど、やっぱりね違いますよ。そうなんです、違うんですよね。でロータリーはまたその中でも独特な匂い。多分使ってるオイル、エンジンオイルもあると思うし、パーツのとかあと燃料の違いもあるかもしれないんだけど、オイルだと思うんだよね。でも違うんですよ、車によって匂いが。それなかなか動画では伝われないことなんだけど、違いますよ。でロータリーはさらにそういい匂い。帰ってきて、
自分のガレージの中に止めた後、ちょっとエンジンかけたままでしておいて、で切った後降りた、しばらくその匂いが残ってたんで、すごい好きでしたね。すんごい好きでした。本当にこの車を楽しませていただいたことが嬉しいですよ、カズさん。ありがとうございます。友達になりましょう。ベストフレンド。ベストフレンドでアメリカに来たら箱スカ出しますよ。いやもう嬉しいです。ドライブに行きましょうか。旧車も好きなんで。ああ、旧車はいいですよ。懐かしい。今日カズさんに会えて本当に嬉しいですよ。RX-7 はまたいつか欲しくなりましたね。これに乗って最高。この音ですよ。この音楽いらない、そのエンジン音が音楽ですね。最高にいい試乗インプレッションできました。カズさんありがとうございます。本当に感謝です。スティーブ適点ですので、これはサムズアップ、もしくは2サムズアップですね。これは、これからもよろしくお願いします。また遊びに来ていいですか？はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。RX-7最高！東京ドリフトって感じだね。かっけー。